2023年もあっという間に終わってしまった。今年はどのような年になるのだろうか。皆さんこんにちは。原始チンパンジンです。毎年正月三が日の恒例行事で料亭に行って家族会合が行われますが、正直こんな立派な料亭の料理より家のこたつでお餅食べてる方が好きなんですけどね。この日はお伊勢さん参りの計画と次の開拓作業に向けての計画を考えながら、新年の午後の晴れ空の下お散歩をしていたのですが、まさか新年早々にあんなことが起こるとは思ってもいませんでした。散歩の帰り道に突如鳴り出すスマホ。数秒後に地面が大きく揺れるのを感じ、これはただごとではないと直感しました。急いで家に帰ってテレビを確認すれば、正月の特番が軒並み地震速報に変わっていくのを見て、13年前の大震災の記憶が瞬く間によみがえりました。正直お伊勢さんに行っている場合ではないと思いつつも、いつでも出頭できるように準備をしてから十数年ぶりの参拝に行くことにしました。6日当日は早朝4時に出発し、7時頃に到着。豊受大神宮を参拝した後、皇大神宮へ参拝しました。正月三が日も過ぎ、朝早く来たので渋滞も少なく、無事駐車場を確保できたのが幸いでした。なぜ今回神宮へ来たのかというと、別段神仏を信仰しているわけではないですが、今後の開拓に向けて気分を一新するため、衣食住の守り神であらせられる外宮と、国内唯一にして太陽神であらせられる天照大神へ願掛け込めて挨拶しに行ったような感じです。それから被災地の一日でも早い復興と、今後の日本国の安寧をお祈りしました。無事に参拝も終えたので、あとはお土産でも見て回ることにしました。本当は泊まりでゆっくり見て回りたかったのですが、いつ召集の連絡が来るか不透明な状況だったので、日帰りの弾丸旅行とありなりました。他にもあと知り合いが2人来る予定でしたが、2人とも前日夜に風邪ひいたと連絡が入り、結局私孤独の一人旅。まあでも一人の方が気楽に動けるのでいいんですけどね。石畳と古き良き建物が立ち並ぶおかげ横丁。日が昇るにつれて道行く人も増えていき、風に乗って食事のいい香りが漂ってくる。のどかで平和な時間が過ぎていき、ど定番の赤福でも買って帰ろうかとぼんやり帰路を思い浮かべていた時、待ちわびた電話が鳴り始めたのだった。この日のうちに必要なものをかき集めて命令書を受領した後、翌日午後に通い慣れた駐屯地へ出頭した。人生初の災害派遣。この先何が待ち受けているか全く分からず、不安とやる気の入り混じった気分でありましたが、とにかく任務の完遂のことだけ考えて体を動かしました。自分の目で被災地を目の当たりにすると、どんなに頑丈な建物や道を作ったところで、自然を相手に人間の生活はいともたやすく破壊されてしまうのだと痛感しました。年が明けてまだまだ寒さの続く中、夜は靴底から凍える極寒の世界。日中は被災された方々へひたすら物資をお届けし、
休み時間はとにかく休むことに集中し、食べれる時にしっかり食べ、眠る時はしっかり眠る。体調管理に神経を尖らせる日々が続きました。飲み水は給水トレーラーから受領してましたが、仮設便所の水事情はとても難儀しました。無論風呂も1週間入ることはなかったです。後続の部隊へ申し送った後は、帰りの車両の荷台で気絶するように眠ったことしか覚えがありません。こうして人生初の災害派遣を無事終えることができました。日頃当たり前と思いがちな身近にある生活インフラ、当たり前がどれだけありがたいことなのか、改めて認識させられました。この気持ちを忘れてしまわないように、胸に刻んで今年も開拓作業を進めていこう。年明け後初めて拠点へ来たが、特に異常もなくいつもの景色のままであった。自然に囲まれたこの土地で、どこまで自然と調和した生活が送れるか。まだまだ住めるまでやるべきことはたくさんあるが、まずは怪我をしないように安全第一で、今年中に仮住まいを完成させたいです。今年もよろしくお願いいたします。いいぞこれ。すげえきつかったぞ。